はい、ZC33S 型の Swift スポーツです。今回の Swift スポーツは、ハーテクトと呼ばれる、新概念のプラットフォームを採用したことによって、970キロという軽量化を達成しました。従来の、この Swift スポーツの路線をそのままにした見た目をとっておりますけれども、エアゴにはさらに細心の注意が払われています。特に見た目でわかる、パッと見でわかるエアゴだけではなくてですね、ボディのアンダー部のアンダーカバーもよりフラットで広い面になっています。今回から Swift スポーツは3ナンバー化されています。その理由はこのフロントフェンダー、張り出したフロントフェンダーにあります。大きく、フロントフェンダーを張り出した専用のものを採用することによってトレッドを拡大する余地を作りました。このワイドなフェンダーに伴ってサスペンションのロアアームを延長しています。また光合成のハブベアリングユニットも Swift 専用で開発しました。これによって高い横陣にも対応しています。サイドでわかるのはこの台形の専用アルミホイール。フロントには16インチのベンチレーテッドディスクが採用されました。前後のサスペンションは当然専用チューニングが施されていますけれども、とりわけリアサスペンションにおいてはトーションビームそのものを設計を一からやり直しています。サイド面で注目なのは、これは Swift スポーツだけではなく Swift 全体なんですけれども、デザインでかなり攻めているというところです。この Swift の属するクラスですと、より多くの販売台数を稼ぐ必要があるので、コンサバに振りがちですけれども、Swift は攻めてきました。通常の位置のリアノブをこのように高い位置に埋め込みました。もちろん使い勝手は実はこういったコンベンショナルな普通のものの方がやりやすいんですけれども、それをあえて使い勝手よりもデザインを優先したというところにこの Swift の持ち味があると思います。元来ハーテクトで合成の高いボディですが、Swift スポーツにおいてはこのリアドアの開口部上部、そしてリアハッチゲートの開口部下部左右、ここを重点的にスポット溶接を増し打ちしています。はい、リアに回りました。リアで注目なのはやはりこのツーテールのマフラーです。これは ZC31S 型以外の伝統的なもので、Swift スポーツのもちろん専用品です。なお ZC33S では排気音チューニングが最適に施されていて、車内でも車外でも気持ちいい音がします。はい、1.4 リッターの直噴ターボエンジンは歴代最強のパワーとトルクを誇ります。なお、この直噴ターボエンジンで注目なのはこのターボチャージャーの制御です。エスクードなどに搭載されている直噴ターボエンジンではノーマルオープンになっています。ノーマルオープンにしておきますと、無駄な火球はせず、要するに実用ターボとして使うということが目的になります。しかし、この Swift スポーツのノーマルクローズ制御では、ターボをパワーを引き出すための道具としてより敏感に使うため、通常は閉じておいて、タービンの火球を最大限に使うようにしています。これによって、昨今の実用的なダウンサイジングターボの方向とは違って、スポーツマインドあふれるトルクがすごく立ち上がりやすい設定になっているんです。従来の Swift スポーツといえば、荷室は狭いけれども、このスタイリングと運動性能の良さがあるからいいやって、ちょっと我慢する領域にあるものでもありました。ややちっちゃかったんですね。ただ、今回のモデルは、なんと前後方向に70ミリ以上も大きくなっていて、幅方向も広がっています。全体のラゲッジ容量も210リットルの先代モデルから55リットル以上拡大しています。では、その分はどのようにして確保したかと言いますと、リアシートの位置が前にずれてるんですね。ただ、リアシートの位置は前にずれてるんですが、室内の容積は狭くなっているわけではありません。その分が、エンジンコンパートメントが小さく収まっているので、車室も荷室も広くなったということです。運動性能と同等以上にこの改善はありがたい改良だと思います。はい、そしてこのラゲッジの下部には、工具などが収まるスペースがあります。この荷室容量で足りなければシートを倒して使います。ハッチゲートを開けた側からこの背もたれのレバーを操作すれば、このように倒れます。荷室の床面はフラットにならないのがちょっと難点ですけれども、容積自体はかなり大きいです。はい、身長173センチの私がフロントシートをセットした状態でリアに座っています。頭上の空間は拳2つ弱入ります。そして膝前の空間には拳3つ入ります。やはり先代モデルからのボディの寸法の拡大種はかなり大きいと感じます。前方の視界はバケットタイプのシートがフロントに採用されているので、やや悪いなという感じはします。リアのサイドのウィンドウも小さめなので、広々という感じではないんですけれども、実は内装がですね、ベルトラインから上はブラックではなくてアイボリー、クリーム系になっていますので、
視界が完全に閉塞感が溢れるという感じではありません。ドアにはアームレストとパワーウィンドウのスイッチ、そして下の方にはドリンクホルダーも備わっています。またセンターの下にも一つドリンクホルダーが備わっています。身長173センチの私が座って、頭上は、相当広いですね。拳2つ半ほどあります。そして膝周りの空間はもちろん何も干渉するものはありません。そして座ってみていいなと思うのがやはりこのシートですね。これはスズキスイフトスポーツのオリジナルのものなんですけれども、非常にいい掛け心地です。座面の部分もとてもいいです。足の形そのままに凹みができてくれる感じです。シルト機構はもちろんですけれども、テレスコーピック機構もついています。アクセル、ブレーキ、クラッチペダルはステンレスの専用のカバーがついています。インテリアは、従来のスイフトスポーツ同様に赤と黒のコントラストが効いたものになっています。センターから助手席の前面、そしてドアトリムまでを覆う赤いパネルは、よく見るとドット柄で黒と赤が融合しています。その赤いモチーフはこのセンターコンソールにも引き継がれています。シートも赤と黒のコンビネーションが映えるものです。なお、運転席についてはシートヒーターが標準装備されています。ステアリングホイールは小径で握りが細いので繊細な操作ができます。ステアリングにはいくつもの素材が複合的に使われていて見た目に質感が高いです。革の部分、樹脂の部分、そしてピアノブラック処理された樹脂の部分、さらにメッキの部分などです。ステアリングの右にはオートクルーズ関連、そして車間制御関連。ステアリングの左にはオーディオ関連のスイッチが備わっています。メーターはスポーティーな二眼式です。タコメーターがレッド、そしてスピードメーターがシルバーでコントラストが付けられています。センターのナビ周囲にはピアノブラックのパネルが入っており、これもクオリティを上げることに貢献しています。トランスミッションは専用の6速。1速と2速がトリプルコーンシンクロで、3速にはダブルコーンシンクロが入っています。オートエアコンが標準装備されておりまして、操作パネルの中央部分にはやはりここにもピアノブラックのパネルが埋め込まれています。タコメーターとスピードメーターの中央にはマルチインフォメーションディスプレイ。これがカラー表示のものが備わっています。ブースト系やイオン系の表示機能を持っています。ドアの内張りには、硬質の樹脂の他にセンター部分には布張りがされています。また、アームレストも幅が大きくてですね、しっかり手を乗せられるものになっています。ZC33S のスイフトスポーツを見てきました。エンジンもスペシャル、そして足回りもスペシャル、外装も特別性、そして内装の質感も高くて、しかも専用品がたっぷり。これで180万円台からというのは本当にバーゲンプライスだと思います。実はこのスズキスイフトスポーツ、例えばヨーロッパでも売ってますが、イギリスでの価格はなんと日本円にすると270万円からなんです。つまり日本だけがとっても安く買えるという状況にあるんですね。だから多分皆さんもこれで200万円以下から買えるなんて安そうだなって思ったかもしれませんが、実際に世界基準で見ると安いんです。日本のメーカーであるスズキが日本人の人にサービスしてくれたということでしょうかね。はい、最新の ZC33S に試乗してきました。これまでのモデルの NA で高回転までパッキンと回すのを楽しむという特性とは全く違っています。新世代のスイフトスポーツはとにかく大きなトルクを下から上まで楽しめるというのがとても嬉しいんです。ダウンサイジングターボのモデルで低回転から非常に分厚いトルクを出すエンジンというのは他にもいくらでもあります。でもわずか 1.4 リッターの排気量で非常に低回転から上の方の回転までずっと分厚いトルクを出してくれるというエンジンはなかなかあるものじゃありません。通常であれば下給圧を低めにして低中回転の実用トルクのみを上げるために使われるターボエンジンをこのスイフトスポーツは低回転から高回転までパワーに持っていきました。このため街中での加速は凄まじく、その性能はほとんど使えません。でもそこがいいんです。普段からちょっと踏むとおっとというぐらいビュンビュン走ってくれるこのスイフトスポーツ。これを一般道では抑え気味にしておいて高速道路もしくはサーキット走行などで踏んで楽しむ。それがこの新世代のスイフトスポーツの楽しみ方なんです。ターボエンジンにしたら繊細なハンドリングとの相性が悪くなってしまうんじゃないかと思う方もいるかもしれません。それはそんなことありません。昔ながらの台形タービンをつけたエンジンではありませんので、とにかくレスポンスがいいんです。このためハンドリングにおいてもコーナリングのきっかけにアクセルが使えるぐらい陽応答性が高いエンジンです。昨今はスポーツという名前をつけてもですね、
本当に心の底からスポーツが楽しめるマシンっていうのはなかなか少なくなってきました。でもこのスイフトスポーツはですね、メルセデスが AMG 系列には大排気量のターボエンジンを乗せるかのように、スズキがスズキの中でハイパワーなエンジンを移植したチューンドモデルのようです。スズキスイフトワークスといった感じがいたしました。